プリアンプで作ってる。プリアンプのみで。どうすかどうすか、よくないですか。これすごいです、すごいでしょ。はい、どうも始まりました。なんとまさかの第2回。これはすごいことですね。お呼びしたいと思います。ゲスト、ハルトさんです。こんにちは。よろしくお願いします。ハルトさん。2回目もいや今日なんですけれども、ハルトさんをゲストにお呼びして、マルチベクターで杉蔵さんの音を作る、そうですね、方法ということで、僕のマルチでね、今日はね、ハルトさんに教えていただくような、教えるほどのわかんないんですけどちなみに前回の動画、もう20万再生を超えて今21万とかなんですけど、すごいなんなんですかね。いや多分ね、ハルトさんのいろいろおかげだと思う。どうでした、ハルトさん。なんか前出て一番びっくりしたのが、今西さんとお写真撮って収録した日に写真をアップしたら、ツイッターに、驚くぐらいみんな今西さんとみたいな、そこで事の重大さに気づいてそんなことないですけど、いやね、ちょっと前の動画もすごい楽しんでいただけたということで、今回もいい動画にしていきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ早速やっていきましょうか。本日お持ちいただいたのはボスの GT100 ですね。今回これでやりますけれども、いろんなマルチエフェクターでも応用できるテクニックいっぱい出てくると思いますので、ちょっと景気づけになんか一発ソロのサウンド的なやつを。そうですね。めっちゃ杉蔵サウンドじゃないですか。今回このセッティングは、ここに GT100 があるんですけれども、アンプはフェンダーのツインアンプですね。僕これ実はプライベートで所持してまして、フェンダーのアンプがすごく好きなんで。それちなみに何か理由あるんですか。一番音が素直というか、欲しいまんま出てくれるんですよ。センドリターンでマルチエフェクター GT100 を僕返すんですけど、マーシャルとか他のアンプだとセンドリターンにしてもやっぱりそのアンプのキャラクター出ちゃうけれども、すごく出るんですけど、なるほど。フェンダーはすごく素直なので。そうなんですね。今回ですね、こうリターン出ししておりますので、ここのノブはもう全部ゼロというか、1か、フェンダーでいうとね。そうです。全く生きてない状態ですね。じゃあこっち早速見ていきましょうか。バッキングの音からいこうかな。バッキングの音が。これどんな感じのセッティング何のエフェクトを使ってらっしゃるんですか。すごくシンプルなんですけど、プリアンプのソルダーのですね、ほぼそれだけ。これポイントですね。じゃあエフェクターのオーバードライブだとかディストーションみたいな歪みのものを中にこう突っ込んでるわけではなくて、プリアンプで作ってる。プリアンプのみで。ソルダーのを使ってるなんか理由ってあるんですか。素直というかシンプルというか、ピッキングのタッチがダイレクトに出る。わかるかも。これはじゃあプリアンプとノイズゲートだけのみです。右側にプリアンプの設定今映ってますけれども、ゲインとかはちょっと控えめで、イコライザーに関してはバンドアンサンブルなんかできたりする時とか、あと一人でやる時、イコライザーってその都度環境に合わせて変えるんで、ここはちょっとかなりコンプは一応使ってますね。コンプは入ってるんだ。コンプの接続順はこれは歪みプリアンプよりも前にいる。そうですね。なるほど。シンプルな設定で、この一番このソルダーの音とそれをもうアンプにこう直撃させている。返してるだけです。じゃあ続いて、杉蔵さんといえばやっぱソロの音じゃないですか。ソロの音見せてもらってもいいですか。わかりました。代表的なロージアとか。そうですね。ロージア。ロージアリード。ロージアソロ。いいですね。ソロですね。これチャンネル切り替えると、最初がソロの前半。気になるのはもう何使ってるのか。そしてこれを踏んで B にすると、これがギターソロ後半の音です。後半。なるほど。
どね。こういうのマルチならではですよね。パッチを切り替えずにコントロールでこう切り替える。そうですそうです。これ何使ってるんですか？これがまず前半がプリアンプはソルダーノのソルダーノも変わらないですね。そしてあとは原因はちょっとだいぶ上げてますね。ソルダーノ自体がパワーがないって言ったらあれですけど、いやまああっさり気味っていうかね、あっさりそんなに歪まないので、原因はソロの時は上げまして、イコライザーは正直その時々で変わってしまうので、これが一例でしかないんですけど、あとはハーモニスト入ってるんだ。オクターブ下が入ってますね。オクターブ下。ほう。そしてディレイとかはディレイがテンポ BPM でもうセットしちゃってるんですよ。曲の BPM をマルチエフェクターにセットしておいて、普通のデジタルディレイのシングル、そのステレオとかじゃない普通のデジタルディレイで、テンポは先ほどの BPM にリンクするような形の不転四分設定。そうですね。そしてフィードバックは意外とそんなになくてエフェクトレベルが大きめって、ここら辺はバランスって感じですかね。そうですね。コピーする曲にもよりけりですし、自分が気持ちいいようになるほどなるほどやるぐらいで。ギターソロの音の時は EQ は一応入ってるんですけども、意外と僕はロー強めに入ってます。本当だ。ディレイとかが入った後に最終的な音色の調整としてイコライザーに入れてらっしゃる。ただこれも都度変えるんですけど、なんでかっていうとライブ本番の時ってリハーサルと本番音が違う。お客さんが入ってらっしゃるのとは知らないので、お客さんが入ることによってすごいところを設定されてますね。人って低音を吸うじゃないですか。吸っちゃいますよね。で例えばどれだけリハーサルやっても本番でお客さんがたくさん集まってもらう音全然変わっちゃいます。そうですね。自分に聞こえてる音って低音がなくなって聞こえてくるじゃないですか。あれがねすごく僕嫌で。今回のこのセッティング、アンプのイコライザーっていうのがもう使わないので、いわゆるこの中のプリアンプのイコライジング、そしてその後のこの EQ での最終調整みたいなところでこう作るので、ある意味ここの自分のこのテリトリー内で音をこう調節できちゃうから、そうですね。やりやすいやつですよね。他のソロなんかもう一パターンぐらい聞かせてもらってもいいです？わかりました。じゃあ僕が好きなのもあるんですけど、杉蔵さんを象徴しているサウンドだと思いますので、螺旋ソロ。なんかさっきのと比べてすごいモジュレーション感が足された感じですね。これに限ってだけ5150のプリアンプ。それはなぜ？これはもうなんていうんですかね、感覚でしかないんですけど。なるほど。ありません？そういうの。ある。さっきと違うところで言うと、さっきと違うところで言うとコーラスとかが入ってる。コーラスがそうですね。ちょっと入れてありまして、あとはやっぱりハーモニスト、またオクターブ下と、あと上も入ってます。オクターブ上も入ってます。これオクターブ下があった後にオクターブ上が直列でかかってるから結構カオスな感じになるけれども、それをこう一個の味として使ってらっしゃる感じですね。僕も、もう正直なんでこうなったのかよく分かんない。いろいろ作ってたらこうなっちゃった。でディレイががっつり山彦で帰ってくるようにしてますね。すごい存在感。今回ちょっと僕もギター持ってきましたんで、ちょっと螺旋やってみますか。やってみましょうか。やってみましょう。
ありがとうございました。螺旋もかっこいい。せっかくなので、はいはい、GT100 の僕のインサイレンス、インサイレンスね、これは聞いておきたい。ディレイ2個かかってまして、メインのディレイはここなんですけど、もう1個がサブディレイで、直列で後ろにもう一回いるんだ。2個直列。じゃあ音をちょっと聞かせていただいても。かなりディレイ音大きいですね。そうですね。ディレイレベルは自分が気持ちいいからってだけなんですけども、でもこの曲ね、やっぱりがっつりかけてなんぼなんで。そうですね。これはでも本当気持ちいいですね。ちょっとこの設定皆さんもぜひ参考にしてみてください。ハウトさん、僕ちょっと1個試してみたいことがあって、マルチエフェクターってセンドリターンついてるじゃないですか、ここに歪みエフェクターだけコンパクトを入れてみるって結構いい音作れたりすることがありまして、ちょっとね持ってきたんです。じゃーん、こちらジャッカル。これ知ってます？知ってます。ありがとうございます。これねちょっと挟んでみません？はい、つながりました。こんな感じでどうだろう。いい音ですね。いい。すごく自然ですね。今マルチ側のプリアンプごっそり外しちゃった状態ですからね。プリアンプのところをジャッカルにした。そう、ジャッカルに置き換えているような感じですね。すごいですね。マルチエフェクターだけでももちろん音作りできますけれども、こうやってこのコンパクトで入れることによってマルチでは出せないような音も出せるセッティングにするっていうことができるので、今度ジャッカルバージョンでさっき弾いたロージアを一緒にやってみるっていうのどうでしょう？ジャッカルでロージアですね。のソロやりましょう。じゃあぜひお願いします。お願いします。で、ハルトさん、もう一個僕今日試したいことがあって、持ってきたエフェクターがあるんです。こちらズームのマルチストンプっていうマルチエフェクターなんですけども、これマルチなんですか？これマルチなんですよ。このサイズでいろんな、いいでしょこれ。で、この中にリングモジュレーターの音が入ってるんですけど、杉蔵さんって前の動画でねやった通り、リングモジュレーターが結構肝になってくると思うんですけれども、手に入らないじゃないですか今。そうですね。でも欲しいってなった場合、これのリングモジュレーター結構良くて、ちょっと一回センドリターンにつないでやってみてもいいですか？わかりました。はい、つながりました。今センドリターンにこのマルチストンプをつないで、中にリングモジュレーターが起動しております。今ちょっとオフなので、オフでちょっと一旦弾いてもらうと。普通のこんな感じですよね。で、これちょっとどうかな、一回ちょっとオンにしてみますよ。ちょっと今設定が結構激しめだけど、一回いきましょうか。わかりました。結構激しいけど、でもリングモジュレーターの音してません？してます。でしょ。でね、これをちょっとコツがありまして、このトーンがちょっと上がりすぎてるとかなりデジタル色が強くなっちゃうんで、ちょっと下げ目で、このバルっていうのがミックス、どんくらい混ぜるかなんで、ちょっとなんかハルトさん弾いてもらっていいです？どうすか？よくないですか？
すごいです、すごいでしょ。これねちょっと皆さんにお伝えしたくて、でもこれマルチなんですよね。マルチなんです。でここに本当はディレイとかリバーブとかもかけれるんですけども、このリングモジュレーターとして使う場合は歪みよりも前にこれを接続することになるので、ディレイとか同時に使うっていうよりかはもうこれをリングモジュレーターのコンパクトだと思って。そうですね。もう今のお話だと、多分みんなの中でマルチより多分リングモジュレーターのそうでね、あと一番左のこのフリケンシーもこのね真ん中の25が美味しいです。でこのミックスは10から10だとちょっとあっさりすぎるんで10代15とか。これぜひ使ってください。これ素晴らしいですね。でしょ。はい、じゃあハルトさん、最後こう動画の締めですね。なんか飾る曲を1曲いきたいと思うんですが、空の歌、ハイヤー&ハイヤーということで、この曲はもう、これはもう一生ものだなっていうぐらい僕の中で、これもインサイレンスのような杉蔵さん節のディレイなので、じゃあ最後この空の歌で締めたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。もう空の歌感激、確かにいい曲ですね。最高ですよね。ありがとうございます。はい、というわけで今回の動画どうでしたでしょうか。杉尾さんの音作りということで、少しでも役に立ったら嬉しいなと思います。ぜひ高評価、そしてチャンネル登録もお待ちしてますのでよろしくお願いします。ハルトさんの SNS も概要欄に載ってますのでぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。本日はハルトさんありがとうございました。それではまたの動画で。